こんにちは、森の米パンです。今日は森の米パン研究所ということで、これはですね、ただ私がしたい、研究をするという、コーナーなんですけれども、今日は米粉パンにおいて2回の発酵は必要かどうなのかっていうことを検証したいと思います。これはレシピを作る過程で1回発酵の時と2回発酵の時ともちろんどっちもしていて違いは分かったりするんですけれども、でもその時は条件が全く同じっていうわけではないんですね。やっぱりその日の温度が違ったり、水の量が違ったり、米粉が違ったりとかいろんな条件が違ってくるので、純粋に発酵1回か2回かの違いを見たことはないんですね。なので今日初めて限りなく他の要素を同じにして、比較実験してみたいと思います。もうね、私もね、もうめっちゃ楽しみです。皆さんもどうぞ一緒にご覧ください。
ちらに焼いたやつがあります。さあカットしているので、あとはカット面を見てみましょう。ちなみに表面は気持ち1回発酵の方がなんていうかな、高さが若干あって、2回発酵の方は高さが若干ない代わりに横がちょっと大きくなっているような気がしていて、そして表面がこれも1回発酵の方がつるんとしていて、2回発酵の方はちょっとボコボコというかシワっぽい。これ焼き上がりは一緒だったんですけど、しばらく置いてラップしてずっと置いてたら、今こんな感じ、24時間後でちょっと少し違いがあるかなと思います。ではオープンしたいと思います。ちょっとここ置きますね。それではドキドキするオープン。じゃーん。でも綺麗、どっちも綺麗な。違いは分かりにくいです。違いは分からないです。ちょっとこっちも開けてみよう。じゃーん。これで言うと1回発酵の方が少し大きな気泡が割とあるなっていう感じで、2回発酵の方は小さい気泡がいっぱいあるなっていう印象です。じゃあ今度はこれを食べて違いをお伝えしたいと思います。ちょっと24時間ぐらい経ってるので表面が少し固めなので、一度、レンジで本当に数十秒温めていきたいと思います。はい、ということでちょっとね温めてきました。こっちが1回発酵ので、こっちが2回発酵のやつです。じゃあこれを食べるんですが、ちょっとこのまま食べるとちょっと先入観がどうしてもあって正確にちょっとわからないので、ちょっと目隠しをして食べたいと思います。ちょっとお父ちゃんお願いします。はい。OK。ギュッと縛ってくれた。ありがとう。美味しいけど、ちょっと過ぎたかな。全部入れてもいい口に。はい。これはい。ちょっと待って。もう一回はい次の。全然違わない。どうしよう。焼いた感じは一緒やった？焼いた感じもほとんど一緒やったの。味も一緒。でも1回発酵で。一回発酵で。でもね、ちょっとちょっとやってくれん？はい、これまず半分でいいや。オッケー。はい、どっちがどっちとかわかる？わかんの？どうぞ。最初のが1回発酵で、はい、2つ目が2回発酵。ごめん、でも何と思ったん？2つ目の方がふわっとしてたから、2回発酵したら素人的にはそりゃそうや。2回発酵したらふわっとなるのかなと思って。そりゃそう。そうなん？ふわっとしてた？ふわっとしてた。2つ目の方が美味しいと感じた。でも俺じゃあもう一回確認のために見てていいから同じとこ食べてみて。2回発酵。こっちの方が味がいい。ふんわり感は？あんま変わらんわ。あんま変わりません。特に。お父ちゃん曰く、ふんわりさはあんまり変わらないと。ただ1回発酵の方が味が美味しいと言ってます。帰った。ということで、健
検証結果、米粉パンには2回の発酵が必要かどうかについては私のレシピでは必要ないという結果になりました。あくまで私の丸パンのレシピでそうで、他の、全然また違うパンでそうかというとまだわからないんですけれども、シンプルな丸パンレシピ、私のレシピでは1回発酵の方が美味しかったという結論になりました。それでは、また、こんな実験してほしいなどありましたらぜひコメント欄にお寄せください。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。また実験もやっていきたいと思います。さようなら。